はい、レクター社、ボルトの解説第2回目となります。前回は重要なオシレーターコントロール確認してきました。ここではシンセのコントロールで欠かすことができないエンベロープ LFO を中心に解説を進めていきます。まずはオシレーターのボリュームエンベロープです。このボリュームコントロールでサウンドの印象が大きく変わってきます。まずこちら A、アタックはですね、ミディの音が発音されてからどのぐらいの時間をかけて最大の音量に達するのかという項目になります。値を上げていくとこのようにふわっとしたフェードインのような効果を与えることもできます。そして次にリリースです。ミディノートの演奏が終わった後の残響時間を決めます。値を上げていきますと残響が長くなりますので、このように幻想的な雰囲気を出すこともできます。そして S、サスティーンは鍵盤をこのように押している間、サウンドのボリュームがどの値で維持されるかということを決めます。これをマックスにしますと、アタックからですね、減衰しないことになります。こちら0にしますと、このように鍵盤を押しっぱなしにしていたとしても、いつかは0になるというボリュームコントロールを行います。このいつかというのを決めるのが D、ディケイになりまして、アタックで最大になったボリュームがサスティーンに到達するまでの時間を決めます。このようにディケイを高めに取りますと、サスティーンに到達するまでの時間が長いため、なかなか減衰しません。ディケイを短めにしますと、すぐにサスティーンに到達してサウンドが0になるという形になります。この長さでノリがかなり変わってきます。実際に楽曲の中でサウンドを再生しながら調整していくと良いでしょう。次にサウンドを変えまして、中央のですね、エンベロープを確認していきます。先ほどのエンベロープはボリュームをコントロールするものでしたけども、この中央のエンベロープはあらゆるパラメーターにエンベロープの動きを与えることができます。最大4つのですね、パラメーターに対してモジュレーションを与えることができるということを表しています。まずはこの部分、クリックしまして、影響を与えたいパラメータを決めます。わかりやすいところで言うと、オシレーター1と2のですね、ピッチですね。これを選択します。これだけですとまだ効果はありません。指定したパラメーターにどのぐらい影響を与えるのかというものを下で決めます。下部分をこのように上下ドラッグ、もしくはこのノブ自体を上下ドラッグします。正の値にしますと、現在演奏されたピッチから上がるということになります。逆にですね、負の値にしますと、現在演奏されたピッチから下がるというコントロールができますので、ここは非常に重要ですね。ADSR の考え方も同様になります。どのぐらいの時間をかけて設定したピッチに向かっていくのか。もっと速いピッチ変化が欲しければこちらを下げる。今サウンドの効果が伝わりやすいようにピッチを選択しましたけども、例えば効果的なのが前回で解説しましたパイオンコントロールするハーモニクスですね。今1と2両方にかかるようにしましょう。ハーモニクスがまずこの位置。ノブを最大にすることで現在の値からこのように右に上がっていくことになります。このような形でエンベロープを使って様々なパラメータコントロールができます。ぜひいろいろな組み合わせ試してみてください。次にこちら LFO セクションを見ていきます。LFO はこのようにですね、異なる設定を3つまで、そして各 LFO は最大4つまでのパラメータに影響を与えることができます。エンベロープと異なる点として、指定した波形の動きでパラメータを動かし続けるという点にあります。例えば今、サイン波というものを選択しまして、同様に分かりやすいピッチを選択します。そして変化量を決めます。これでですね、ピッチ1と2が最大の振り幅で変化します。このように繰り返していることが確認できます。波形を変えますと、このように様々な効果を与えることができます。このスピード、今1となっていますけども、このノブをですね、上げていきますと、高速に変化していきます。この辺りまで上げていきますと、もう速すぎてですね、音程として聞こえてくるという感じになります。このようにパラメータを派手に変えて効果音を作ったりということもできます。またこのスピードはテンポに同期させるシンクが使えます。ノブを動かすことで同期させる音階を指定できます。ちょっとコーラスとリバーブ外しますね。そしてオシレータのパン、1と2を選択します。あとは左右の動きの幅を決めればこんな感じですね。今ですと四分音符で左右に動いてます。これを速くしていきますと8分音符、そして16分音符。このように音楽的な効果を与えることができますし、先ほどのですね、ハーモニック。この動きもテンポに同期します。楽曲のビートに合わせてバッキングのような効果を生み出すこともできます。そして今回の最後に、この下部分の重要なセクションについて確認していきます。まずこのポリフォニー、演奏を和音で行うか、単音で行うかということになります。現在こちら3和音で演奏させたいので、このモノを外します。
そうしますとこのように3和音で演奏ができます。この下の数字から同時発音数を指定することもできます。ものを点灯させますと、これらの和音が無効になり、必ずワンノートで再生されます。和音の演奏が少ないベースサウンドやリードサウンド、このあたりで活用すると便利です。そしてこちらグライド、ノートが発音された時のピッチコントロールとして使用します。各オシレーター個別に調整が可能です。現在1が有効になっていますので、この部分に対して適用を行います。値を高くすると、現在演奏されるノートに向かってピッチが落ちてきます。このような形です。逆に負の値にすると、ピッチが上がってくるという効果を出せます。今は極端な例ですけども、微調整を行うことで、サウンドにニュアンスを与えることができますし、単音のリードサウンド、このようなサウンドにも役立ちますね。そして、ボイスダブル。これも非常に使い勝手がいいです。現在ですね、演奏されているノートに対して、最大で4つまでノートを重ねることができます。もうこの時点でですね、サウンドに厚みが出ますけども、各ノートに対してわずかにピッチをずらすディチューン効果を与えることができます。ディチューンを上げますね。このような形です。エフェクトのコーラス効果に近いですね。ウィズスはサウンドに対して広がりを与えることができます。値を高くしていくほどサウンドのステレオ感が増していきます。これらパラメータを取り入れていくと、さらにボルトを楽しくコントロールできるかと思います。はい、といった形で2回にわたってネクター社、ボルトを解説してきました。倍音を足してサウンドを作っていくという非常に面白くサウンドに透明感があるシンセとなっています。次のシンセを探しているといった方にぜひお試しいただきたく思います。といった形で今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。